ピニャラー、もちろんです。今回も少しやっていくんですけど、今回はこちらですね。モンスタートロフィー攻略ということでやっていきたいと思います。はい、ということで、新モードモンスタートロフィーが来たわけなんですけど、初日の方でライブ配信でね、マシロも遊んでみて、こういう感じなんだというところで、感触をね、確かめたわけなんですけど、今回はこちらのモンスタートロフィー、基本の攻略というところで、初日遊んでみてのおすすめキャラとかおすすめ立ち回り、どういったところを注目していけば、攻略できるのかっていうところですね。こちらの動画を撮っていければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということでモンスタートロフィーやっていきましょう。攻略する上にあたってこのタイムですね、プラザの方にリーダーボードが来てると思うんですけど、8日間一旦開催されるということで一番左上にね、あと残り時間が書いてあるわけなんですけど、毎日日本時間の夜8時かな、1日ごとにこのリーダーボードが更新されて、この右側に書いてある報酬がもらえるかもしれないっていうところがあるので、ぜひ皆さんもタイム目指してみてください。最速でクリアしたタイムが表示されていくというところで、こちらのこのメンバーに関しては多分ね、ランダムで組み分けされていて、なんかね、遊んでない人も多いっていうところがあるので、結構リーダーボードランキング簡単に取れると思うんですけど、目指せ2分切りっていうところはね、ちょっと意識していただければと思います。はい、ということで、モンスタートロフィー遊んでいくわけなんですけど、こちらのラインナップの方は、ヒーローと初期サブキャラ2体、そしてパワー、こちらは自分で組むことができるので、ここはね、裁量を決めていただければと思うんですけど、下にあるラインナップですね、こちらタップしていただくと、出現するサブキャラクターは見ることができます。なんだけど、遊んだ方はね、わかると思うんですけど、ランダム宝箱、ルーレット宝箱になっていますので、宝箱を取ってみて、この9体のうちどれかが出てくる。そんな感じになってくるので、この初期サブキャラとパワーとヒーロー、ここだけはしっかりと組んでおこうと。で、ラインナップに関しては正直ね、あんまり左右されないので、そんなに気にしなくてはいいと思います。ということで、初日遊んでみてのおすすめヒーローから話していきましょう。まず、おすすめヒーローはアーチャークイーンとスパイクかな。やっぱりこれが強くて、アーチャークイーンはね、火力が高いので、モンスター上がりもできるし、プレイヤーを邪魔することももちろんできます。で、スパイクは、やっぱね、サボテンボムが強いので、プレイヤーを邪魔するとかね、怪獣になった敵を足止めしてあげるっていうのが非常に優秀だと思います。で、あとはソニックとかも足が速くて、そのエメラルドを集めるっていう過程においては非常に良かったりするんだけど、ちょっとね、モンスター上がりの火力が、弱かったりするところもあるので、そこがちょっと注意ポイントになってきます。そこはね、ちゃんと考えていかないといけないと思います。今回は、アーチャークイーンスパイク、ソニックでも遊んでみますか。1試合が短いのでちょっと色々試していきたいと思いますが、まずはアーチャークイーンからやっていきましょう。で、初期サブキャラは個人的にはマックス、ウィザード、このあたりはおすすめかなと思います。あとはレオンね。アーチャークイーンと相性いいし、普通に強いサブキャラだしっていうところあるので、足の速さ、そして攻撃力、この辺をちょっと意識していただければと思います。で、やっぱりモンスター上がりが大事になってくるので、ボウですね。アーチャークイーンとボウの組み合わせ、こちらもね、結構良かったと思うので、今回はマックスボウで足の速さをちょっと速くしつつ、あとはボウですね。こちらも入れていこうと思います。で、パワーに関しては、これが結構大事で、プレイヤーキルとかモンスター上がりをするときにももちろん大事だし、怪獣になった時ですね、逃げる時になった時も、このパワーは使えるっていうのがあるので、何を入れようかっていうところなんですけど、個人的なおすすめとしては、回復系でブレイジングレイとかヒールパック、この2つはね、結構おすすめなので、どっちか入れたいところではあります。今回ちょっとヒールパック入れてみましょうか。で、もう一つが、マジでね、個人的に超おすすめなのがね、やっぱりサイクロンレーザーです。これめちゃめちゃ強いっていうところがあって、攻撃力はね、非常に高いっていうわけなんですけど、今回は、こんな感じの、結構ね、攻撃と足の速さ、そして回復、ここだけ意識した編成で遊んでいこうと思います。1試合目やっていきましょう。4人に1組で戦うわけなんですけど、まずはエメラルド。はい、画面の上に500個集めてくださいと書いてあるので、こちらを集めていきましょう。で、エメラルドは基本的にモンスター狩りからね、集めるっていうのが王道な手段なんですけど、プレイヤーキルからも集めることができるし、あとね、畑がこういう風にマップにね、点在してるので、そこから集めるっていうのも非常にいいです。後からね、メイビスとか試していければと思うんですけど、基本はモンスター狩りになってくるので、やっぱアーチャークイーンとかこういうサイクロンレーザーね、これで一気にエメラルドを集めることができます。で、こういう小型、中型モンスターもしっかりと倒して、左上ですね。左上の方にみんなが稼いでるエメラルドの状況っていうのがざっと表示されてるので、今ちょっと真白が一歩リードで、スパイクの2人がちょっとね、後を追ってきている、そんな感じになってると思いますが、はい、大体このボスモンスターを倒すと、50、60エメくらいかな ?60 エメくらいは落ちたりするので、ここはしっかりと取っていくと。で、あと結構ね、見落としがちというか、覚えておきたいというか、この雑草ですね。雑草、今下光ってるじゃないですか。こっからも結構ね、エメラルド、ワッと出てくるので、これもしっかりと取っていきます。で、500エメラルド取ったら、この真ん中のね、トロフィーが取れて、怪獣になることができます。で、怪獣になると、このパワーを使ってね、しっかりと逃げていくわけなんですけど、はい、ジャンプ、オッケー。で、ここがね、マジで強くて、さあこれ来ると思うんだけど、サイクロンレーザーとかで追い払いながら、
ここはしっかりとジャンプ。はい、これで逃げていきます。で、10秒間、残り10秒間。さあ、ここでヒールパック使いながら、なんとか逃げてって、あと8秒間ね、耐えていきましょう。これもジャンプしてしっかりと逃げていく。で、サイクロンレーザー溜まってるんで、撃ってあげて、敵の戦力を削いであげて、1秒耐えるか？ OK、ヒールパックで耐えていったと。はい、こんな感じで、結構ね、簡単だと思うんですよ。やってること自体は。なんだけど、このパワーをね、しっかりとヒールパックとかね、入れていることによって、この1分40秒で今回はクリアすることができました。はい、ということで2試合目ちょっとスパイクでね、遊んでいこうと思います。ラインナップとしては、名物ですね。こちらを組み込んでみました。畑をね、掘ってもエメラルドが稼げるので、こちらからも稼いでいこうと思います。一応ラインナップの方確認しておいて、鶏とか来たらラッキーだな程度なんだけど、ランダムなんでね、そんなに選べることもなくっていうところで、一応ね、この辺だけ見ておくと。はい、という感じで、サイクロンレーザーちょっと入れておきましょうか。スパイクはやっぱね、瞬間火力出せる、モンスターに対してね、瞬間火力出していくのはサイクロンレーザーなので、こちら入れていこうと思います。あとはヒールパックとサボテンボムでうまく刈り取っていく。そんな感じでやっていきましょう。さあ、2試合目やっていきましょう。モーティスがいますね。で、メイビスがいるので、まずはしっかりと畑から。畑もね、5、60エメラルド割って出てくるので、こんな感じで非常におすすめです。もうこれだけでね、67エメって書いてあるので、結構ね、集まることができると思うんですけど、この最初のやっぱね、500エメラルド、試合開始からの500エメラルドっていうのは、しっかりとね、集めていった方がいいですね。集中して。で、プレイヤーは正直ね、手を出さなくていいと思います。プレイヤーに構ってると結構渋いというか、他の2人とかが集めていったりしちゃうので、結構ね、まずはエメラルドを集中して集めるっていうのが基本かなと思います。で、遊んで、このエメラルドを集めるときに、この上下左右をちゃんとね、行き来して、マップの形を把握しておくっていうのも大事かなと思います。怪獣になった時にどのルートで逃げてあげようっていうのをね、意識するためにも、マップをしっかりとこの段階で覚えておくっていうのは非常に有効かなと思います。その辺がね、気をつけることかなと思います。で、どこからエメラルドを稼げるかっていうのをしっかりと把握して、さあ、あと50エメくらいなんで、もうこういうね、雑草の中からも集めたりとか、あとボスモンスター1人倒せばいいかな。このモンスターをね、しっかりとサイクロンレーザーで買って、さあ、これでトロフィーがゲットできるので、真ん中に行きましょう。で、今回はちょっとこっち側人いるけど、こっち側に逃げていきましょうか。さあ、これサイクロンレーザーで一気にネクロマンサー消していく。いや、これモーティス強いね。モーティス強いんで、ここはジャンプでなんとか逃げ切る。ちょっと時間稼いで。で、今ね、15秒あたりで、これ多分やられちゃうじゃないですか。15秒あたりでやられたとしたら、次トロフィーを取った時に15秒あたりから復活できるのでね、さあ、ここをやっていきましょう。で、ちょっと誰もルール分かってねえな。こういうね、ルールを分かってない人がいるんですよね。怪獣になったら負けちゃうので、しっかりと、これはサイクロンレーザーをうまく使いたかったけど、ちょっと外してしまった。だいよ。着衣が一緒に戦ってくれて、ここはサイクロンレーザーで一気に、OK。さあ、しっかりとね、ここは、トロフィーをまた奪われましたね。はい、奪われたんだけど、またサイクロンレーザーでね、やっつけることができます。これサイクロンレーザーね、これが強いんだよね。しっかりと、この、敵の怪獣に関してもサイクロンレーザーでやることができるんだけど、これまた、怪獣飛ばないで。さあ、これはしっかりとトロフィー奪い返した。OK。そしたら、あと15秒の地点からね、スタートすることができます。まずはここでモーティスを避けていくと。モーティス避けて、ヒールパックで回復。で、あとは7秒間なんで、さすがに逃げ切れたかなというところで、さあ、これモーティスが来たとしても、ジャンプ、愛しちゃうよというところでね。はい、これで OK ですよという感じで。こんな感じでね、タイムが伸びてしまう。今回タイム伸びてしまったんだけど、しっかりとね、1位取ることができました。結構サイクロンレーザー良くないですか？モンスター狩りの地点で、先にトロフィーに手をかけることもできるし、あとはね、敵の怪獣を結構体力半分くらい一気に削ることもできるので、サイクロンレーザーはマジでおすすめ。そしてヒールパックがあるとね、1秒でも長く怪獣の状態で生き残ることができるっていうところがあるので、やっぱりね、アチャクイとスパイクってそもそものパワーが火力高いので、こういったことも、はい、戦術としていいなとは今思っています。さあ、次はちょっとソニックで遊んでみましょうか。グレッグメイビスで、こっから資源稼ぎをしていく編成で遊んでいこうと思います。で、ちょっとパワーの方は、ホグラッシュとインビジブル、こちらもね、組み合わせて遊んでいこうと思います。では3試合目やっていきましょう。で、今回は戦利品ゴブリンが来たので、戦利品ゴブリンからも稼いでいきたいわけなんですけど、まずは資源稼ぎを意識して、さあ、この辺からね、集めていきましょう。で、グレッグもいるので、キコリから、ソニックはね、やっぱ攻撃力がアチャクイみたいな X スナイプとかで出せないので、サイクロンレーザーも今回入れてないっていうところがあるので、ちょっとその辺意識ですね。モンスター狩りは時間がかかりそうなので、走り回って資源狩りをやっていきます。で、草むらからもこんな感じでエメラルド出てくるので、ここも活用しながら、プレイヤーとは戦わない。プレイヤーと戦う意味マジでね、あんまないので、序盤の潰し合いは特に意味がないので、ここはちょっとインビジで逃げましょうか。畑取れてないけど、いいでしょう。で、モーティスがちょっと一歩リードしてるので、モーティスがまたエメラルドをね、集め切り終わりそうだったら、そこはちょっと邪魔していきたいところ。
さあ、ここでモンスターもちょっと倒しながら、なんとか稼いでいますが、ちょっとモーティスが集めそうですね。真ん中行きましょうか。真ん中行って、モーティスが集めきるのを阻止したいところではあるけど、いや、こっちの方が一歩早い気がするな。よし、オッケー。で、逃げろ、逃げろ、オッケーオッケー。まあ、ソニックでも結構十分稼げたんかなとは思いますが、ホグラッシュうまく使って、これインビジね。インビジ使えば攻撃は受けない。はい、ターゲット取れないんで、インビジブルを使って、まあ、ターゲットを外していきました。ここの橋を落としましょう。ここの橋を落としておけば、なんとか逃げ切れる。さあ、これ誰も来ないですね。誰も来ないんですけど、さあ、これホグラッシュとインビジ。で、インビジ使っても範囲攻撃のダメージを受けるので気をつけましょう。で、これは上に逃げましょう。スパイクが下にいて、サボテンボム投げるのでね、サボテンボム投げてくるので、しっかりと上に逃げて終わりということで、はい、こんな感じで結構簡単に終わってね。まだまだやっぱりね、ルールを完全に把握してる人が少ないと思うので、怪獣になった人は絶対に追いかけて怪獣をね、倒さないといけないんですよ。1分30秒台に乗りましたね。はい、こんな感じで怪獣になったらしっかりと追いかけていきましょう。これをしないと、もうそのままね、負けてしまって、タイムもないし、2位以下っていうのが確定してしまうので、はい、注意していきましょう。はい、ということで、モンスタートロフィーやっていきましたが、いかがだったでしょうか。まずはですね、ルールの方をしっかりと把握していきましょう。結構ね、遊んでて、ルールまだ理解してないなっていう人、さっきみたいに、その怪獣になったけど誰も追いかけてこないとか、そういったのが結構まだ多いので、ちゃんとね、怪獣は倒すっていうのをね、トロフィーを取られた場合は怪獣を倒すっていうのを意識しましょう。自分が怪獣になって、自分がトロフィーを持って逃げ切ることによって、タイムが反映されると。で、最速タイムを叩き出すことで、報酬もね、もらえる可能性があるので、ここをね、遊んでいくのがモンスタートロフィーになっています。で、今回の動画では基本的なところとして、エメラルドをね、最速で稼ぐように、サイクロンレーザーだったりとか、畑とか木からも結構ね、エメラルド稼げたりするし、草むらですね、光ってる草むらを歩くと、エメラルドが出てくる可能性もあるので、そのあたりからしっかりとね、500エメラルドを稼ぎ切るっていうところをね、練った編成をちょっと紹介しました。で、正直、どのヒーローでもいいっちゃどのヒーローでもいいので、しっかりとね、エメラルドを稼ぐ手段、このヒーローなら、ここが強みでここが弱みでっていうのを自分なりにね、把握しながら遊んでいくと、非常に攻略しやすいかと思います。もうちょっとマシュの方でも遊んでみて、またね、ティア表とか、なんか面白い立ち回り、面白いパワーとかあったらね、紹介していければと思うんですけど、今回は基本の攻略ということで、いかがだったでしょうか。結構ね、面白いよね。怪獣の操作っていうのも新しい要素だし、1試合もね、短いので結構サクッと遊べる。そしてチームを組んでね、4人集まれば、4人でね、みんなでワイワイすることもできるので、もちろんね、2人でも3人でも遊べるんですけど、はい、ワイワイできる一つの要素としては非常にいいなと思いました。ということで、皆さんのおすすめ立ち回り、おすすめキャラ、おすすめパワー、その辺もね、モンスタートロフィーありましたら、ぜひコメントでお待ちしております。ということで、今回はこんな感じで終えていたので、よければ高評価、チャンネル登録もお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。